はい、皆さんこんにちは。なんか最近ポッドキャストを私が今までに上げてたものを振り返ってちょっと思ったんですけど、あんまりお金の話とかそういうのって結構興味ない人割合的に多いかなと思いまして、それよりももっと日常的なこととか、あと私だったら、アニメの話とかそっちの方がですね、YouTube も Spotify も再生数が多いですね。でも Spotify はどっちかっていうとビジネス的なものの方が多い時もあるんだけど、なんか私それで思ったのは、お金って実はみんなそんなにもっと欲しいと思ってないんだなって思いました。っていうか私も5年前ぐらいまでは思ってなかったんですよ。生活ができるぐらいのお金があればいいって思ってて、だから自分のキャリアとかお金の稼ぎ方とかは興味なかったし、でも自分が結婚をして、で将来のね、自分の家族のこととか考えたりとか、あとはなんで私がこんなにビジネスとか、お仕事、お金について勉強したりとか、頑張っているかっていうと、やっぱその家族っていうものが大きいかなとは思いました。私の家系的にエリートな家系ではないんですね。本当にごく普通の家系で、別に実は会社員っていうものがうちの家系だったり親戚にはそんなにいないぐらいなんですね。もちろんいますけど。で、その家計っていうのは、私も今までそんなに深く考えてなかったんだけど、自分が変わらないと多分この家計の流れって変わらないんだなっていうのが思って、別に変わらなくてもいいんですけど、多分このままいったら私の子供とか、あとは、ちょっと申し訳ないですけど、私の兄弟の子供とかも普通の人になるんだろうなっていうふうに思った時に、普通が一番なんだけど、なんか例えば大手企業の管理職、役職って絶対なれないんですよ。うちの家系的に。で、私も絶対なれないし。でも、その大手企業の役員が一番いいってわけではないんだけど、やっぱりそういう人たちを見てると家計的にすごいし、あとは中にはすごく努力してね、そこまで行かれた方とか、運がいい方とかもいるとは思うんだけど、なんかそういう人が家計に入るにはやっぱ自分が変わらないといけないかなっていうふうに思って、ちょっと頑張ろうかなって思ったのがきっかけですね。で、私もだからそれでいろいろ勉強したりとか、行動してきた5年間だったんだけど、意外と別にお金稼ぎたいって思ってる人ってそんないないんですよね。昔の私みたいに。なぜならうちの家族もそうだし、あと多分周りとか、逆にビジネスの界隈で出会うような人たちは、もう、収入を上げたいとか、そういうふうに思ってる人が結構多いんだけど、そうじゃない人たちって、別にお金に困ってないし、でお金をいっぱい稼いでるわけじゃないけど、でも、ある程度の生活ができればいいって、逆に苦労したくないっていう人たちの方が多いんだなっていうことに改めて気がつきました。それが私のポッドキャストの再生数を見て思いました。私だったらこういう話を聞きたいなと思うことを話しているんだけど、大半の方っていうのは私のそのポッドキャストを日頃聞いてくださってる方は、実はそんなにそういう話は興味がなくって、別に今のままでいいし、もっとキャリアアップしたい、お給料上げたいとは思ってないっていう人が多いんだなってことに改めて気がつきました。私はだから家族でとか夫と話すのはそういう仕事、ビジネス、そういう話が好きだからね、が多いんだけど、ただ兄弟とか親とかと話すときは一切そういう話はしないし、
具体的な話をすると、妹は会社員なんだけどね、本当に縁があって会社員になりまして、で、会社員になることって難しいことじゃないと思うんだけど、うちの家族的には普通じゃないんで、会社員になることはね、レアなケースなんで、私は今たくさん仕事をいただいてる。で、自分自身の仕事も手伝ってもらいたいっていう立場になってるので、そうなった時に、家族に手伝ってもらうのって一番いいなと思ったんで、なぜならいい意味で気を使わなくてもいいし、あとは結構スキルがある、クリエイティブな仕事ができるっていう風に私は見てたので、いっぱいお仕事をやってもらっていっぱい稼いでもらったらいいのかなと思ってたんだけど、妹はそんなに忙しくなりたくないし、別にお金が欲しいわけではないみたいで、私が妹の立場だったら、家族の仕事を手伝ってお金がもらえるんだったら嬉しいんですよ。しかもスマホ1台でできるし、でもやっぱ考え方違うんだなっていうふうに思って、お金はあればあるほどいいとは思うんだけど、苦労してまでそんなにいらないって人の方がかなり多いんでしょうね。お金が稼ぎたいっていう人よりかは。どっちでもいいと思うんだけど、ただ私はやっぱりお金を稼ぎたいっていうよりかは、自分のスキルでそれに見合う対価をいただく。で、それが誰かのためになっているっていうことがすごく気持ちいいので、それでさらにお金をいただけたらすごく嬉しいことだから仕事をね、今でもこれからもバリバリやるとは思うんだけど、結構感覚が難しいなっていうのを個人的に思って、お仕事いっぱいある、これを誰かにやってほしい、で、たくさんもやってくれる方がね、周りにいるから、その部分で困ってはないんだけど、多分、そういう人たちの考え方も変わるかもしれないってなった時に、大変な思いしてまで別に稼ぎたくない、仕事したくないっていうね、考え方が、でもこれ、日本人はっていう話ではないと思います。多分、海外の人もこういう考え方多い。むしろ海外の方の方が多いんじゃないかな。日本人は結構 SNS とかそういうのに影響されて、やらなきゃって。で、将来が不安になったりとか、だからそういう高額なスクールとかね、そういうのに入る人多いと思うんだけど、海外の方は私が話してる人の範囲では、のんびり仕事をしていきたいなっていう方が圧倒的に多かったなとは思います。さっき家計の話をしたんだけど、家計については、変えてみたいなとは思ったことがあって、ただ、エリートな家計イコール幸せではないとは思ってて、多分そっちはそっちですごく辛いんですよ。だから何がいいかはわからないんだけど、でも、やっぱり創業から社長、会長とか、役員陣とか、その家族経営の会社のね、大きな会社とかを見ていると、やっぱり家計の力だなって思いますね。例えばトヨタとか。でも自動車の企業はトヨタぐらいだけどね、あんなに家族経営なところは。あとは IT 企業とかはあんまり歴史がまだないので、そんな家族経営でね、先祖代々やってるっていうところはあんまりないんだけど、でもそうなりそうなところはね、いくつかありますからね。そういうところを見てると、その経営者、創業者、経営者から生まれた子供がきっと後を継ぐんだろうな。その人は
そんなに頑張らなくってもそういう道を進むんだろうなって。でもきっとすごく大変なんだろうなっていうふうに思っちゃって、なんかそういうのが面白いなってね、私は思っちゃうんだよね。でもきっと自分の家系がそうなる未来はないとは思うんだけど、なんか想像つかないし、ちょっとまた経営とかエリートとかそういうのとはまた違うんだけど、その親の血を引き継ぐって言うじゃないですか。海外でもそういう風に言うかな。ただこの話はオカルトだっていうことも聞いたことはあるんだけど、オカルトっていうのは何だろう、現実的じゃないみたいな感じかな。親の血を引き継いでるっていうのは、実際そんな、実際はもちろん遺伝子とかね、入ってるとは思うんだけど、その性格っていうのを引き継ぐっていうのはオカルトだっていう話も聞いたことはあるんだけど、私はもうオカルトの話とかは好きではないけど、だから思い込み、例えば親が暴力的な人だったら自分もそういう血が入ってるからそうなってしまうって思い込んで、やっぱ実際そうなっちゃう。で、それを変えたいと思って変えるんだけど、その元々の性格、気質っていうのは変えられないっていうのを記事とかでも読んだことがあって、そうだろうなとは思うんだけど、例えば親から暴力をされていた子が、で、その親の親もそういう感じだった。だからじゃあ自分の代でこれは止めようと思って、で、頑張れば止められるとは思うんだけど、でも実際その人のね YouTube 見たことあるんだけど、もちろん暴力は絶対しないって決めてるし、手は今までも出したことはないけど、自分の心の中にやっぱ暴力的な自分がいて、いつかやってしまうかもしれないっていうのがあって、でも多分それをやらなかったらなんかグラデーションみたいに暴力的な家系ではなくなると思うんだけど、でも本当にそうだなって思います。そもそも暴力をするっていう考えっていうのがそもそもないから、そういう家系じゃない場合ね、こうしたら叩いてしまうかも、殴ってしまうかもとか、心の中では手を挙げたいとか、でもそれを抑えなきゃっていうのがそもそもないんですよね。そういう暴力と無縁の場合は。で、これは、例えば私の夫とね、一緒に住んでる中でも、やっぱそういう育て方っていうのが結構将来にもつながってるなって思うんだけど、で、私は本当昔から穏やかではあるんだけど、ただ人の気持ちとかそういうのを敏感に感じてしまって、ですごく深く考えてしまうとか、自分のことを犠牲して相手とか周りのことを考えるっていうのがもともとなんですよね。ずっと昔からそうで。でもそれはそうじゃない人にとっては多分優しいなって思うだけじゃなくて、結構イラつかせることでもあるんだよね。なんで自分のこと考えないで周りの人のこと考えるのって、そう実際言われたこともあるし、だけどやっぱそのやり方がわからないんですよね。自分のことを第一に考えるっていうやり方がわからないから、でもそれは多分小さい時からそうやって育てられたわけではないんだけどね。でもきっと親もきっとそういう人でそういうのを見ているから私はそうなって、だから私の気質はそうであって、周りじゃなくて自分を一番に考えよう、優先しようって結構日頃思うんだけどね。ただそれはやっぱうまくできないですね。振り返ると。自分が我慢するとか、そういうふうに思ってしまいます。でも、この私の性格、気質に関してはもういいかなとは思ってて、ただこれをやっぱそのまま自分の子孫に
そのまんま引き継がせてしまうと多分大変な場面もあると思うから、もうちょっと自己中でわがままでもいいんじゃないかなとは思うんだけどね。でも優しすぎてもいいとは思うんだけどね、なんかあんまり自分のこと悪いとは思ってないんだけど、空気を読みすぎちゃうとか。でも、最近はあれかな、嫌なことは断るし、時間の無駄だなって思うことは断るし、結構 LINE とかインスタも結構ブロックしちゃうし、LINE はブロックしないか。そもそもそういう人とつながってはないので、インスタは正直な話なんですけど、結構付き合いというかビジネスで交換する場面ってあるんですよ。リリージャパニーズの方は違うんだけど、個人のアカウントがあって、そっちもフォロワーさんは多いんだけど、で普通に交換するんだけど、なんか別に今後関わりたいとは思わないなっていう人は、フォローを外すんではなくて、普通にブロックで解除でいいのかなっていう感じで、結構ね、さっぱりしてる部分はあるんだけど、でもこれはね、私昔からそうですね。学生の時から。ちょっとこれでね、気まずくなったこともね、なんか記憶はあるんだけど、なんかね、解除しちゃうんですよね。だから、なんだろうね、わざわざしなくてもいいのに、その嫌いとかじゃないけど、目に入ると、自分の本当に微々たるリソースとか時間がそこに取られちゃうかなって思うと、少しでもね、ストレスというものを減らしたいというふうに思ってしまうので、それは悪いストレスではなかったとしても、自分にとっての小さなストレスだとしても、なくていいものはなくていいのかなっていう感じですね。なんか今日の話は分かりづらかったかもしれないんだけど、なんだっけ、最初あれか、お金について実はみんな別にそこまでお給料上げたいとか思ってないっていう話と、私がなんでそう思ってるのかっていうと、家族ができて、あとは自分の家計がそういう家計ではないから、ちょっと変えてみたいなって思ったっていうのと、ただ、そういうエリート家系にはなれないので、本当に独立した、これはエリートではないですね。全くエリートじゃない。本当に自分ができること、やりたいことをただ愚直にやっているだけです。それが世の中のニーズとマッチしてお仕事をいただいているっていうことですね。でもこういう働き方で私はいいんじゃないかなと思って、私の夫は私と同じくエリートな家系ではないんだけど、今まさにそういう人たちがたくさんいる会社で働いているので、これからどうなるかなっていうのが楽しみですね。っていう感じで、私が本当に思うのは、人の性格、気質は変わらないっていうことね、多分ね、ポッドキャストでも何度も話してると思います。人に期待する、人を変えるっていうのは無理なので、自分の考え方とかそういうのを変えるしかないよっていうことはね、これはビジネスじゃなくて、生きていく中で自分の幸福度を上げるために必要なことだと思います。はい。じゃあ今日の話はここまでにしたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。